ザー級現チャンピオンを苦しめた実力者が再びライジンのリングに通り、日々仕事をしながら家族を支え、地元山口県で技を磨く希代の二刀流ファイター。叫びました。柔術界の鬼人クレベル小池、世界のリングでもチャンピオンにまで上り詰めた逸材、斉藤が持つフェザー級のベルトも視野に入れる。先に仕掛けていったのはクレベル小池、蹴りを出していったら今度は牛自分のプランで本当寝技、最初本当でちょっと大キックで後で寝技。前に出てきた、足を掴んだ、テイクのニッカ、立ち上がったクレベル小池、ここはプッシングをしていきますが、ただここも組みついていくのはクレベル。いい位置でロックしてますね。ロックをして、ったのが結局真島選手っていうね。ただ再び立ち上がった。倒した。彼が上手でコントロールの上手でも力ありね。彼はちょっと最初それがびっくりした。彼がちょっと力あるけど、でももうあんまり問題ないです。距離を真島が取りました。そして肘を落としていく。僕もグラウンドで1ラウンドはしのげてたんで、1ラウンドは取ったかなと思うんですけど、スピードガチ腰にタックルにテイクダウンを見せた真島。さあ第2ラウンドは主導権を握れるか。右の腕クラッシュにかかるフロントジョック、これを逆に締め返しに、真島選手はそこ中潜られないように今腹出しましたね。蹴り上げで気をつけろ。下からの関節寝技、バックボーンは盆栽柔術。ロープに押し付けたらもう投げ切ったのはそうですね、真島選手だね。ただ起き上がる、首を取りに行きました。これ抜けた。ちょっと疲れますね。これはクレベルが引き込んでいった形です。ここから急にねスイープって考えられないなと。入りましたね。完全に入ってますね。さあそして三角か。下から決めた。圧勝クレベル。うまかったですね。全く慌ててなかったんだよね、下で。私レスペクト彼なんで、彼がファイターだけじゃない、彼がいちいちが仕事工場のやってるな。多分すごい、多分じゃない、本当大変。私初めてそれが同じ。でも彼がの気持ち分かってる。彼が試合決まってるとか試合やるで本当ありがとうございました。三角は狙ってるの分かってたんですけど、自分の疲れとかそういうのでちょっと足が上がってきたって分かったんですけど、もう対処できなくて形に入ってしまったなって感じです。もっと強くなって帰ってきたいなって思います。ありがとう。すごいいいの試合もすぐ試合やりたいでも本当自分で考えてるでベルトで次が試合で佐藤さんでも彼がずっと逃げてるね。みんな分かってるそれね。ベルト勝ったら後でずっと試合なんでもない、ずっと逃げる。朝倉で同じで2人で分かってる。私試合やる絶対勝つで2人で YouTube でばっかりでも本当ファイターじゃないな。戦いで皆さん違いないです。私待ってます。ここにまた一人時代を動かす豪傑がやってきました。ザ・ライジンスター堀江義則、ライジン初登場。無傷で終わらぬストライキング地獄の幕開け。第4代ベストフェザー級王者関哲也。右が
が結構怪我されてるんで、ボディです。今度左側っていう形で、さあ一方関も返していく、飛び込んでいったところに合わせていこうというところの堀江でありますが、さあちょっと腰が落ちた堀江。あれは食らってちょっとだけやっぱククってなったんですけど、はい、その後戻りが早かった。全然大丈夫でした。オッケーオッケー。切り替えたところはすごい良かった。縦のプレッシャーまっすぐ出てくるんで、ローキックです。さあそして攻撃はカーフだ、カーキック。しかしハイキックで返そうという関。蓄積はしてたんですけど終わらせるつもりだったんで、もらってでもっていう気持ちが出ちゃってました。遠くまで伸びてくるよね。そうですね。右ストレート立てないか。効いてる。パウンド強いな。当てれば倒せるものっていうのを堀江は持ってるので、それをしっかり今後も磨いていくっていう必要はあるでしょうね。そうですね、作戦の一つとしてそこは考えてました。最後のパンチに関してはタイミングよく打てたなっていうところがしっかり相手聞かせれたポイントかなと思いますね。トーナメントが終わったテーザー級でとても大きな成果だったと思うんですけど、それに関してはいかがですか？そうですね、やっぱりアピールできたかなっていうふうに思います。まだまだ実はなんていうのかな、持ってるものがあるんで、だからそこを今後しっかりまとめて、さらに上位ランクが上位の選手ってね強いですから、それを全力でぶつかれるようにまたこれからも精進していかないとなっていうふうに改めて思いましたね。ライジンのバンタム級は群雄割拠。今年1月 UFC 帰りの石原ヤシャボーを相手に勝利を手にしライジンへと挑戦します。彼のバックボーンは伝統からライジンバンタム級の頂点に鎮座する最強堀口教授と同じです。この階級で戦い続けるためには強さが求められます。さあ始まりました。さあ高坂さん、バンタム級の戦いです。そうですね、もう登っていくためにはここはお互い劣ってない試合ですよね。本当にそうですね。勝ったら出れる可能性が残される。左いった曽根、はい。テクニカルノックアウト、勝利を掴んだのは東山です。見えなかったね今。早すぎて。最初にどうでしょう。曽根の方から行ったようにも見えました。そうですね、気迫もめちゃすごかったので、もう入っていきましたね。でもちょうど背中側に見えなかったんですよね。多分みんな僕のこと知らないと思います。僕が負けると思ってたと思います。でも格闘技ってこういうのあるんですよね。僕自分の実力信じてたんで絶対倒せるって思ってました。僕下から倒れるんでしっかりこれからね最後ずらして偶然じゃないんで必然なんだけど、彼の方がなんか持ってたんでしょうね。自分のスタイルとして面白い試合をするっていうのが、自分の中であるんで、誰とやっても面白い試合はするし、盛り上げる会場を盛り上げる自信はあるんで、ありがとうございます。こんなもんです。満を持してライジン初参戦。1ラウンド決着を宣言するザ・ギフテッド田丸拓実。初代ファイティングネクサスバンタム級チャンピオン、今日こそ恋のマジカルチョーク炸裂するか渡辺修斗。手前側が田丸、そして右側が渡辺というカードです。まず高田さん、このバンタム級の2人の対戦、非常に楽しみなカードが実現しましたが、この辺が注目されています。まずテイクダウンに渡辺が行きましたが、立ちに行くとバック疲れるんで、下からスイープして肘とかかとで蹴って削って、で主だったり三角だったり十字とかで取れたらいいなと思ったんですけど、テクラされてるん
んですけど、その力をうまく利用してオモプラッターとか肘、今うまかったですね。相手の攻撃を本当にうまくかわしながらバックありましたね。1ラウンド目は思ったよりもやっぱ力強いなって思ってて、結果的に防御に回る形になってしまったんですけど、すごく息遣いが荒いのが分かったので、これ耐えれば2ラウンド目からチャンス出てくるなと思って。そうです、さっきもこの蹴り足キャッチでテイルダウンまで渡辺選手持っていったんで、これは1個狙ってるのかもしれないですね、渡辺選手は。絶対逃がすな、これ入ってるから。左腕がこの辺りに今、入れようという渡辺シュート。ただ腕で外しました田丸。最後は本当もうこれダメージ与えて3ラウンドにつなげようと思ったんですけど、いやもう力全部使っちゃえと思って。渡辺としては高田さん、得意なバックを取るという形にはなっているんですよね。なのでこのチョークを決めたいと思うんですが、とても厳しめに入ってそして決まっているバック、見事疲れちゃって渡辺シュート、ラジカルチョーク炸裂。うわきつっ、ここで負けるか。試合前の YouTube の予想とか見て、全部が全員自分が負けるって書いてあったので、むっちゃくちゃ悔しくて勝ったんだよ。もう嘘じゃない、もう負けなくてよかった。たまる選手ありきな試合な感じの振りっていうか、ひっくり返したぞ、見たかって感じです。今回のトーナメントは日本の最強を決める16人によるRIZIN史上最大規模のトーナメント。それではRIZINジャパングランプリ2021バンタム級トーナメントに参戦する栄えある16名の選手たちに登場していただきます。決まりました。すごい悩んだんですけどね、ここで負けてるようじゃ多分話しなかったので、決めましたね。圧倒的にこの選手が強いっていう選手ってそんなにいないのかなと思ってて、結構拮抗してるのかなって思ってます、レベルは。僕が勝ち進んでいくことが日本の格闘技を広めていくというか盛り上げることに一番つながるのかなっていう。優勝したら UFC に行かせてほしいって思います。一番乗ってる時に勝負したいですね。朝倉選手に選ばれるとは全く思ってなかったので、なんですかね、もう運命ですかね。この前勝ってこのグランプリ参戦につながって、で朝倉海選手とやってっていうので、なんか全部つながってるなって思いました。バオさん連絡しました？いけるって来てましたね。きっと試合苦しい展開もあると思うんですけど、もう本当人生で多分こんな機会ないと思うので、テンション上がってっていうか、行きたいですよね。大塚選手はちらっとシアン選手を見ています。なんということでしょうか。大塚選手はシアン選手の隣を選びました。こうやってずっと自分はトップでチャンピオンとかないとないけど、僕の生命力っていうかなめんなよっていうか、ずっとこの12年間やってきてるので、シアン選手は僕とは一つレベル違うよって、問題ないでしょ。ブンブン丸って関西では言われてますし、倒せる自信というか、倒さないといけないと思ってるんで、一戦一戦そこに全力投球で体が壊れてもいいんでぶっ倒していきます。台風の目になりそうな盆栽充実、アラン・ヒロヤマニハ選手 L ということで倉本選手の隣を選んだということで、がっちりと紹介しました。自分のもともと持っているレスリング力で
ぱりジャーマンやりたいですし、面白い試合したいですね。それはご期待くださいっていう感じですね。私は広山にはと申します。盆栽柔術にトレーニングをします。寝技がいて私がもう決めるにします。次からみんなは私の名前は知られています。さあ井上選手は大井久保選手が手を差し止めていますが、そこは通過するか。ここは両思いになれなかったかと石渡選手の隣に座りました。石渡選手と井上直樹選手の戦い、一番強いやつ来ました。最初はなんでって思ってましたけど、来るってことはまあ舐められてるってことなんで、まあ、じわじわなんか舐めんなよって気持ちが今湧き上がってきてます。前戦の前に試合の前に怪我をして、今その状態で試合をしてやっぱパフォーマンスが悪かったんで、やっぱやめよう、もうこれじゃもう無理だなと思って諦めようかなと思ったんですけど、まあ、今、まあ、そのちゃんとパフォーマンス出せると思ってるんで、まあ、いつ終わってももう悔いはないっていう覚悟を持って、気持ち的には噛みついてでも勝つつもりに、本当にだから全てをかけて戦います。2回戦とかもどうでもいいです。1回戦勝つ。石渡さんともやりたいと思ってたんで、そこ空いてたら行く、もう決めてたんで。朝倉海の横っていうのを考えたの？まあそっちもいいですねまあどうせ決勝で上がってくれると思うんで、強い選手とやると思うともうモチベーションが変わってきますし、練習の気合いの入り方とかも全然違うと思うんで、自分の成長にもなるんじゃないかなと思います。はい、いや誰とやっても勝てます、勝ちます、優勝します。足早に奥の方へと向かっていきます。もうターゲットは決まっていたのか。 J に座りました。さあこれで滝沢選手と対戦と、ストライカーとグラップラーの戦いという非常に楽しみなカードになりますね。ここに並ぶなんて思ったことなかったんで楽しみです。まあ朝倉さんやりたいですね。どんだけ強いのかなっていうのが気になりますよね。誰とやっても取れる気がするし、誰とやってもなんか判定負けするかもしれないしなんで続けてるんですかね。楽しいからじゃないですか。昔より今の方が楽しいです。まだあと15年ぐらいやるつもりなんで。今成選手がびっくりしましたね。結構当たりたくない人が来ちゃったんでびっくりしました。今回はちょっと寝技あんま付き合いたくないですよね。パンチかキックかで、倒せれたらいいなと思ってます。トーナメントも本当全部 KO でいきたいなと思ってますよね。金太郎選手です。さあ誰と殴り合ってくれるのか。今 C のところに座りました。伊藤久也選手の隣に座りました。僕が選んだ選手の僕は名前も知らないし、まあ、でもベルト持ってるし強いんやろうなっていう。前田義郎選手に言われてることがあって、稲垣組と言ったら何かやる、ただでは終わらないっていうところを見せろと言われた通り何か起こしてやろうっていうふうに思ってるんで、それを期待しておいてほしいですね。リングだけでは大上がりしたいなと。はい、みんな負けると思ってるんでやっぱ正直、覆したいですよね。なんで自分が金太郎選手に、圧倒的に勝てればもう美味しいですよね。お互いいいところ引き出せば最高のいい作品ができるんじゃないかなっていう。勝ってで結果でやっぱ宮田先生を笑顔にさせたいっていうのが待望のライジン参戦、シュートの世界王者、そして本谷選手の隣に座りました。この2人の対戦になりました。自分はトーナメント好きなんで、そこで優勝すれば今までの負けもひっくり返せるんで楽しみです。KO か1本っていうのはこだわってます。しっかり決着してしっかりとした差を見せたいです。シュートの外に出てシュートの強さを証明するために、ライジンのバンタム級トーナメントにシュート代表として出場することを決めました。実力的に言ってももちろん本谷選手すごい強いですけど、多分攻略できると思ってます。 MMA の完成度で言えばすごい僅差ですけど、僕の方が上回ってると僕は思ってます。もう空いてるところは一つしかありませんが、ただ堂々と座っていただきましょう。
導かれるようにして今右手を差し伸べ、そして握手を交わした両者、この2人の対戦ということになります。ヒートバンタム級チャンピオンの春日井寒天武史です。僕の生まれ育った岐阜県恵那市山岡町の名産の寒天をリングネームとして今までずっと戦ってきました。ずっとその隠れた実力者とか言われてて、深海魚みたいな感じでやっと地上に出れたって感じがするんで、一花咲かしてやろうと思ってます。また新たな挑戦っていう感じになるんで、モチベーションもかなり高いです。優勝すれば堀口選手と戦うんで、すんなり3回目やらせてくれって言ってやらせてもらえる感じではないので、これでしっかり優勝してもう文句なく3回目堀口選手とやりたいです。賞金を取ってこいと言ってくれたので、結婚とかするためにお金必要なので、そのために僕は戦ってお金を稼ごうと。この1回戦8カードになります。皆様まず決まりましたので大きな拍手をお願いいたします。こちらがジャパントーナメント1回戦の組み合わせということになります。